隠れ沖縄、遣唐使、ルルドの泉、エビフライも美味しい五島福江島の一周の旅。一旦釣りはいいですって言ったらってなるかなと思ったらならなかったです。はい、どうもで終わりましたね。ちょっと残念なのかわかんないですけど。はい、で今日はね150キロ行ってみようということで、今日バイクでね行ってみようと思って、ちょっと港でねお土産見つつ入江レンタカーさんといったところにですねお願いをして、ちょっと送迎してもらって、で 125cc のねバイクで、ちょっと行ってみようかなと思ってるといったところです。まあね、船でやってきてね、自転車乗って軽自動車乗って、二輪も乗ってで最後飛行機でね帰ると、そういう形でですね、複数の移動手段を使いながらね今回の旅してきたという感じでございます。これがね 125cc ヤマハのねものでございました。昨日と打って変わってすごくいいね天気の中、今ね福江の街ちょっと走っているといったところです。時計回りにね福江の街から一周していくという感じで、ちょっと今走っているという感じになっています。でね、最初ね2だけ行ってみようと思ってまして、昨日はね美濃岳というまた火山行ったんですけれども、同じようなね形をしてこんもりした火山ね、こちらの鬼岳の方が有名なんですけども、そちらの方にねちょっと登っていこうかなというところで今バイクを走らせているというような状況でございます。でね、違ってねやっぱ絵がついてますのでね、サクサクと登っていく感じです。結構ね東京に比べて寒いです。寒いというか涼しい。なので結構ね防寒対策みたいなのをねしっかり5月でもねしてきた方がいいんじゃないかなっていう感じでございます。でこちらがね鬼岳の、でございまして、基本こうやってね芝生が広がっている本当にね伊豆の大室山のようなそんな山ございますといったところで、非常にね景色よく福江の街を見下ろしながら、登っていくとね河口の周りを大鉢回りみたいな形で歩けたりするといったところでございます。はい、でここはね三角点ですね。景色がねサクッといいところ見れるというのでねいいですね。で椿園なんかも麓にございますね。でねこちら小麦畑が広がっております。五島はね水がないので稲作ができず、こうした小麦栽培が中心になっているというところで、お米はね買うとしても佐賀県とか本土の方のねお米を買うという形ですね。でね白い砂浜が見えてきました。沖縄なんじゃないかっていうぐらい綺麗なねビーチでした。でね、今私向かっているのはですね道の駅ですね。はい、こちらねソフトクリームがね結構いろんな味があって面白いです。五島うどんってあったと思うんですけれども、小麦があるので、ね、うどんやってたりとか椿が取れるので椿油とかそういったものも売られてたりとかするっていう感じですね。あとソフトクリームが結構こだわっていて、いろんな味のソフトクリームが食べれるっていうのもちょっと面白いところになってます。でですね、こちらね降りていくと白い砂浜がありまして、なんか沖縄を彷彿とさせるような景観でですね、結構五島列島って夏に来たら隠れ沖縄とも呼ばれるようなスポットなんじゃないかなというふうに思ったりしております。はい。でこちらがね海の家みたいです。夏はね営業しているそうですが、この砂浜見てください皆さん。本当にこう沖縄の海岸ですよって言っても全く遜色ないようなねそんな感じ。はい、こちらね富江の町です。昨日ねちゃんぽん食べに富江にね来たんですけれども、今日はね五島の小麦を使ったお蕎麦のお店にやってきました。はい。でね、こちら五島そばというお店らしいんですけれども、なかなかね新しくてこうおしゃれなお店構えといいますかですね。結構お値段は高めに設定されていて、大体2000円くらいですかね。で、天ぷらそばいただきました。でね、梅のですね、もついていて、美味しそうですね。さつま揚げもついていました。おすすめの人気メニューみたいなので言うと、五島牛の牛丼とお蕎麦みたいです。うん。五島はね、
牛肉もやってらしてですね、この牛肉カレーをですね、お土産ということでタダでいただきました。でね、牛さんがね、結構島至るところにいて、これね、五島牛というものらしいんですけれども、やはりこう離島はね、やっぱりこう単価が高い輸送効率のに対するですね、単価っていう意味で、やっぱり牛さんをですね、肉牛ですね、やられているところやはり多いみたいです。五島列島に限らずですね。結構いろんなところで肉牛やられているところ多そうです。でね、さらにちょっと富江からまた一周ぐるっとですね、時計回りかな、回っていくとですね、中世のですね、日本の海賊和光ですね、この和光の拠点となっているようなエリアにだんだん入ってきました。ただね、あんまりもうその遺跡とかは残っていなくて、この辺が和光の拠点だったんじゃないかと言われるようなエリアですね。でそこにね、できたですね、トンネルがあるということで行ってみました。五島列島は火山でできた山なので、基本的にこの溶岩でね、溶岩流によるこういったね、自然の洞窟みたいなのができたりするみたいですね。今はね、入れなかったです。で、さらにね、バイクを進めていくとまた綺麗な海が見えて、ところどころね、展望台になっているところもあったりしました。でね、ここは岬なんですけれども、歩いてね、展望台にこう登っていくという感じですね。ちゃんと分かりやすい場所じゃなくてですね、ちょっとこう、で、走っていると、なんかここに展望台あるぞみたいな形でちょっと見えてですね、さっと止めて上がってきたみたいな感じですね。でね、こう遠くのまたちっちゃな島なんかが見えたりして、いい景色を楽しんだりできるというわけですね。はい。で、さらにね、バイクを進めていきます。国道を走るとですね、やっぱ道路はしっかりと、広々と、走りやすいものになっているという形ですね。でね、前にね、観光バスがいますけれども、右側のね、湖みたいなところ、実は湖ではなくね、深い入り江なんですよね。五島列島はこういう深い入り江がね、結構発生しやすいというような、そういう地形になってるみたいですね。ですね、私なんかここに来る意図はあんまりなかったんですけども、普通に走ってたらですね、なぜかこの、ルルドの泉っていうフランスにあると思うんですけども、それをね、持ってきて、混ぜてる、教会にですね、なぜか導かれるようにですね、やってきたので、ちょっとここね、お参りすることにしました。ルードの泉っていうとなんか、病気が治ったりする、そういうね、聖なる水が出てくるところみたいですね。で、私もね、せっかくなので、ルードの泉ちょっといただいてみようかということでね、こちらの教会、イエス・キリストの像がね、入り口にいてね、いらっしゃいって書いてある。ちょっとカジュアルな感じ、気さくな感じをね、受けて、ちょっと、なんか、行こうかなっていう気持ちにちょっとさせてくれますね。で、ここのね、蛇口から、というか、出てきまして、どうもルルドの泉、フランスから持ってきた水とミックスして出してくれるようで、飲んでみるとね、なんかすごいやっぱパワーがあるな、みたいな、ちょっと不思議な感じというか、しました。でね、ちょっとすごいな、なんかちょっと、これ違うぞっていう、私もちょっと体で感じましたね。なんか不思議ですよね。で、さらにですね、進むとですね、荒川温泉という温泉が出る場所がございまして、70度のね、源泉をそのまま海にね、投下するというようなスタイルになってまして、ちょうど今ね、干潮だったので、このまま入れてもですね、全くその温泉に入れるよというような状況ではなかったです。はい。完全に引き潮でね、ちょっとここまで触ってみると、ちょっとぬるいぐらいかなと。で、内湯もね、実は対岸にございまして、対岸まで移動するとですね、一応小さな300円で入れるこういった内湯の施設もあります。はい。で、内湯ね、なかなか気持ちよかったです。で、ここからはね、さらにちょっと進んでね、今度は、ですね、もう島の北側ですね、北端の方に行ってみるというところです。ね、途中で寄ったここはですね、サーフィンができる浜辺ですね。なかなかいいところで、実際にサーフィンをしながら車中泊をしている方が1名いらっしゃいました。はい。ここぐらいですかね、サーフィンができそうな場所は。はい、さらにね、北にやってまいりました。意外とね、北側もこうしてね、民家たくさんあって、この福江といいますか、島ですね、割とこう栄えてるんだなっていうのを感じさせていただいておりますというところですね。こちらがですね、ミイラクという場所で、遣唐使最後の寄港地ということで、日本から出る最後の寄港地ですね。もう本当に日本の辺境というような感じでしょうか。古代の辺境地って
形で、非常になんかこうドラマチックなこう景色だなというふうに思って、このね、芝がいいですよね。芝とこのこんもりした島がね、なかなかこうちょっとこう情緒あふれるような感じがいたしました。でね、近くにね公園がございまして、実際にこのね遣唐使が乗っていた船のね再現した模型というか、こういったものをね見ることができます。こんなサイズだった。小さなね船ですね。でね、もうだんだん暗くなってきたので、ちょっとバイク飛ばしてね、南の方に国道で戻ってまいりました。福江の町に入るとね、結構福江の町も港よりもちょっと離れた場所の方がですね、お店がたくさんあって、ショッピングセンターとかドラッグストアとか結構ありました。でね、ここはね、洋食屋さんでして、結構ね、お安い割に量が多いということで、ランチなんかが非常にお買い得というところで、今日ちょっと夜だったんですけども、レビフライ定食頼みまして、これにね、美味しいコーンスープがついてね、1400円ぐらいかな、だったと思います。エビ5本ついてました。でね、翌日になりまして、バイクをね、給油して、入江レンタカーさんにね、返却して、その後ね、空港まで、バスでね、入江レンタカーさんに送ってもらうことになってます。非常に便利かなというふうに思います。港もね、空港も来てもらえますので、良いかと思います。普通にね、路線バスも飛行機のスケジュールに合わせて走っているので、それ300円ぐらいで行けますので、それもいいんじゃないかなっていう感じでございます。地方空港あるあるの飛行機が発着する直前にならないと営業しないみたいなスタイルみたいですね。で、お土産屋さんと軽食屋さんがあるという感じですね。でね、まだちょっと飛行機まで時間があったので、全然どこもやってなくてですね、ちょっと逆に外に出て空港をね眺めているという感じですね。ANA がね運航してますね、ここの飛行機は。お土産屋さんね、見てみるとちょっとね港よりもバリエーションというか少なめですけれども、まあ島のいろんなものがね見れます。で、塩が結構私美味しいなと思っていて、塩をね買いました。でね、ANA のねアプリで登場します。飛行機はね、ボンバルディアのプロペラ機ですね。はい、こちらが飛行機ですね。私ね、こういうプロペラの旅客機乗るの多分初めてなんじゃないかなと思いました。乗ってみると普通のジェット機とそれほど感覚的には変わらないですね。はい、で窓側の席をねいただきました。ここからね、五島からまた福岡の方に行ってですね、福岡からまた成田に、今度ピーチで行くという形で、今回はねANA 系統縛りみたいな感じでございました。でね、これ離陸すると小麦畑のねこの薄茶色が見えて、やはりねお米じゃなくて麦の島なんだなと、麦とか五島牛とかね、そういうのやってる島なんだなっていうのが遠くに見えて取れてね、意外とこの五島の福江の町ですね、大きいなというふうに感じるところでございます。またね飛び立っていくと五島列島のですね他の島もだんだんとね範疇に入ってきまして、福江島がですね一番南の下五島と言われるところなんですけども、隣の奈良島とかですね笹野の方の島なんかも徐々に見えてくるというような形ですね。昔からですね五島列島に人が本当にね奈良時代とかから住んで、徐々にねいろんな歴史を経てですね今に至っているんだなっていうのを結構感じる、ね、やっぱり伊豆諸島とかとは大きく違うね。やっぱりその噴火によってですね全島避難みたいのが起きないので、その分やはり長い時間をかけて人々の暮らしというのがとかね、産業とかそういったものもね発展してきたんだなっていうのを非常に感じることができる、そんなね島だったんじゃないかなというふうに思います。まだね奈良島とかいろんな島行けてないんですけれども、ちょっとね他の島もいろいろ行ってみたいなと思いますね。ただね長崎県ここに限らず五島に限らずですね離島が非常にたくさんあるのでチェックできるところ非常に多いんじゃないかなと言いつつですね、今博多港のところまでやってきておりまして、もう博多のね、もう街中からすぐのところが福岡空港ですから、かなりねこんなに近いところに空港あっていいのかなっていうレベルでなんですけれどね、なんか離着陸とか大丈夫なのかなって思ったりしますけれども、大丈夫なんでしょうね。福岡空港でございます。不思議なのはなんか博多って街の名前を呼ぶのになんで福岡っていう空港の名前になってんだってちょっとなんか思ったりするんですよね。羽田空港って呼んだりするんで、そういうことなんでしょうけれども。というわけでね、
後ろの方だったのでですね、バスに乗ってちょっとターミナルに向かいます。で、次のね、成田行きの飛行機まだまだ時間がありますという中でね、少しちょっと空港を探検しながら時間をね、潰していくという形になります。ね、結構福岡空港ね、いろいろ充実してるみたいで、ラウンジもね、ファーストクラスラウンジが国内線でもあったりとかしてですね、非常にラウンジ利用できる方、利用する権利を持っている方はですね、福岡空港はぜひというか、寄るべき空港なんじゃないかなというふうにちょっと思ったりはしました。でね、国際線もね、たくさん離発着しているようでして、向かいのね、建物が国際線で、国内線とはまた建物は違うみたいですね。最近の羽田空港は、もはや国内線と国際線がだんだん入り組んできていて、一部第2ターミナルも国際線やったりとかですね、羽田もね、第1ターミナルの一部国内線だったりとか、ANA 系統でそういうちょっとターミナルと国際がちょっともう入り乱れるみたいな現象がね、だんだん起きてますけれどもね。でね、エニタイムのフィットネスクラブも実は隠れた場所にあったりとか、いう形ですね。でね、カードラウンジが日本で最もいいカードラウンジ、広くてね、いいカードラウンジっていうのがやっぱこの福岡空港というところでね、確かにね、普通のビジネスクラスラウンジなんかと同じぐらいなんじゃないみたいな、国際線のね。食べ物系がね、そんなにいいんですけど、でもこのね、この牛乳を使ったこのコーヒーマシーンとかですね、ヒューガナッツ、ほんと地元のね、ヒューガナッツのジュースがあったりとかしてですね、ハイクラスな感じで、ございました。その建物とこの箱もそうですしね。あとね、ファーストクラスラウンジございますね。ファーストクラスラウンジは多分あれですか。上級会員の方じゃないと多分入れないんでしょうけどね。というわけでね、このピーチ、またね、帰りも乗ってね、ベタつきのない座席でね、成田まで行きます。ベタつきがないのに慣れちゃうとね、急に海外行ってベタつかれると、何これみたいな、なっちゃうでしょうね、きっとね。逆にベタつきがあるところが来ると、なんでこれベタつかないでこんな綺麗なんだろうって、そのね、驚きですけれどもね。なんでしょうね。品質といいますか、基準がやっぱりちょっと一段上なんでしょうかね。それとも使ってる洗剤とかそういうのが違うとか、そういうことなんでしょうかね。ちょっといまいちこのベタつきというのが何なのかっていうのはちょっと気になるところ。はい。で、博多のね、街を離陸するとね、すぐ雲の上を飛んでまいりましてね、このね、雲と空のね、二色釣りみたいなのもなかなか美しいようなところではないでしょうか。はい。でね、今東京の、離島ですね、式根島とかその辺が、神津島とかその辺が見えてるよ。成田なのでね、最終的には、千葉を越えて九十九里浜のあたりで旋回して成田空港に入っていくという感じになっていくところですね。この式根島とかはね、ドルフィンウォッチとか確かそういうのできるんじゃなかったかな。そういうのもね、ちょっとやってみたいですけれども、意外とね、距離的に近くても行くのがめんどくさいというか、そういうのがこの辺の離島なんじゃないかなっていうのは思いますね。竹橋からフェリーとかで、意外とお金かかるし、時間かかるしということで、長崎とか行こうが圧倒的に近くねっていうような感じではございますね。はい。そんな感じでね、だんだんと成田空港に近づいてきました。成田空港もね、今滑走路3本ですかね、あるけれども4本目ができて2本の滑走路が平行になるような形の空港になっていくというふうに、計画がね、あるようですね。なので、空港自体がすごく細長い形なので、ターミナルの上を通過しているような感じで飛んでますね。はい。というわけでね、五島列島の旅でございました。一番いいのはね、ジェットスターで成田から長崎に行って、長崎からフェリーで往復するっていうのが多分一番安いやり方で、往復で多分4万円しない、片道2万円しないぐらいで3万円台でね、それだといけるんじゃないでしょうか。で、とはいえね、成田空港との往復で多分3000円とかそれくらい多分、かかったりする可能性があるので、そういうところも含めると結構、お金がかかるかなっていう感じですね。はい。